今朝あなたがシャワーを浴びて何気なくポンプを押したそのシャンプー。実はですね、そのプラスチックボトルの行方が現在の中東の軍事的な緊張と一本の太い糸で完全に直結していると言ったら信じますか？いきなり壮大なスケールに聞こえるかもしれないんですけど、でもこれ決して大げさな比喩とかではなくて、文字通りの物理的な事実なんですよね。ええ、そうなんですよね。毎日あなたが何気なく使っているシャンプーとか、あとはコンビニ弁当のビニール包装、スーパーのお肉が乗っている食品トレー、こうしたら日常のあらゆるものの供給が今本当に歴史的な転換点を迎えています。今日のテーマは私たちの生活の根幹を揺るがす隠れたサプライチェーンの危機です。はい。今回の徹底解説では、ただニュースの表面をなぞるようなことはしません。ジェトロ、日本貿易振興機構ですね。それから経済産業省、三菱 UFJ 銀行経済調査室、そして大和草原などが発表した2026年の最新データやレポートを複数掛け合わせて、その真相を解剖していきます。一つお断りしておきたいのが、私たちは現在中東で起きている政治的あるいは軍事的な出来事に対して、どの立場が正しいといったイデオロギーには一切偏りません。ただ、現実のサプライチェーンに何が起きているかという客観的なデータだけを見つめます。そうですね。事実のみを抽出するということですね。はい。この情報過多の時代において、あなたがいかにしてご自身の生活と資産を放映すべきか、その具体的な見取り図を提供することが今回のミッションです。よし、これを紐解いてみよよろしくお願いします。まずは、今私たちが直面している事態の特異性を正確に測るために、少し時計の針を戻してみましょう。よく比較されるのが1973年の第一次オイルショックですね。う。1973年の秋ですよね。日本の物価が1年間に 23% も跳ね上がって、スーパーの棚からトイレットペーパーが完全に消え去った有名なパニック現象です。ええ。当時を知らない世代のあなたでも、白黒のニュース映像なんかで、人々がトイレットペーパーに群がる様子を見たことがあるんじゃないでしょうか。あの時の引き金は、中東の産油国側が石油を戦略的な武器として使って、輸出制限という政治的な決定を下したことでした。じゃあ、2026年の今は何が違うのか。ジェトロが2026年4月に発表したデータによると、2025年時点での日本の原油輸入の中東依存度はなんと 93.5% に達しています。93.5%。いや、ほぼ全部と言ってもいい数字じゃないですか、それ。はい、そうなんです。そして、ここで最も重要なのが、その中東からの原油の約9割が、ホルムズ海峡という非常に狭い海上のチョークポイントを通って日本に運ばれてきているという事実です。つまりそこを通らなければ日本にエネルギーは届かないと。おっしゃる通りです。その日本の生命線ともいえるホルムズ海峡で2026年2月28日を境に決定的な事実が起きました。米国とイスラエルによるイランへの攻撃があり、それに対する事実上のホルムズ海峡封鎖状態に陥ったわけです。ええ。繰り返しますが、これの政治的是非は問いません。ただ、供給網に影響を与えた事実として見ていきます。はい。そこで三菱 UFJ 銀行経済調査室が4月3日に発表した非常にショッキングなデータを見たいんですが。あのデータはサプライチェーンの専門家たちの間でも激震が走りましたね。平時はこの海峡を1日平均 93.7 隻の大型船が航行していました。93.7 隻。それがどうなったんですか？それがですね、3月末から4月初旬の1週間で、なんと1日平均 8.4 隻にまで激減しているんです。8.4 隻。10分の1以下ってことですか？そうなんです。ここで非常に興味深いのは、先ほどの1973年との構造的な違いなんですよ。73年は産油国側の政治的な輸出制限だったため、交渉次第で蛇口を開けることができました。話し合いで解決できる余地があったわけですよね。はい。しかし今回は、物理的な物流網の極端な収縮なんです。物自体は地中やタンクの中にあるのに、それを運ぶルートが物理的に詰まってしまっている。ということは、例えるなら片側4車線でガンガン流れていた大動脈みたいな高速道路がいきなり全部工事中になっちゃって料金所のゲートが一つしか開いてないような状態ですよね。まさにその通りです。車、つまり石油自体は後ろに山ほど並んでいるのに物理的にゲートを通れないからその先の町、要するに日本の工場とかスーパーからどんどん物が消えていくと。そういうことです。しかも、海上保険の引き受け停止とか、タンカーの迂回ルート確保には膨大な時間とコストがかかります。
エネルギー輸入経路の長期的影響という観点から見ると、これは一過性の政治ショックよりもはるかに根深い構造的な問題を引き起こすんですよ。なるほど。でもここで私すごく素朴な疑問があるんです。ニュースとか政府の発表でよく、日本には約8ヶ月分の国家石油備蓄があるから当面はパニックになる必要はないってアナウンスされてますよね。よく耳にしますね。私あれを聞いて、なんだ半年以上は普通に暮らせるじゃんって結構ホッとしてたんですけど。それこそがこの問題における最大の情報の罠なんです。確かに経済産業省の2026年1月末時点の資料を見ると、約8ヶ月分の国家備蓄は存在します。ありますよね。しかし、ちょっと考えてみてください。その備蓄は何の形で保管されていると思いますか？いや、原油ですよね。あの黒くてドロドロしたやつ。その通りです。原油のまま巨大なタンクに眠っているんです。ここが盲点なんですが、私たちの生活を支えるプラスチック製品や化学繊維の原料はナフサと呼ばれるものです。ナフサ。はい。これは原油を生成して初めて作られる中間生成物なんですが、実はこのナフサの在庫は日本国内に約20日分程度しかないという衝撃的な分析結果が出ています。ちょっと待ってください。8ヶ月分じゃなくてたったの20日分ですか？そうなんです。わずか20日分です。いやいや、でも原油が8ヶ月分あるなら、その備蓄を取り出して大至急国内の製油所でナフサにガンガン生成すればいいんじゃないですか。これはですね、製造業のメカニズムにおける非常に重要な問いを投げかけていますね。実は石油化学プラントというのは、テレビのチャンネルを切り替えるように、今日はプラスチックが足りないからナフサだけ多めに作ろうみたいにスイッチ一つで変更できるものではないんです。そうなんですか。必要なものだけ作るってできないんですか？できないんですよ。製造現場の管理者の視点に立つとよくわかるんですが、プラントは原油を加熱して沸点ごとに様々な成分に分離する連続生産プロセスで動いています。連続生産プロセス。はい。ガソリン、灯油、軽油、そしてナフサ。これらは原油から一定の比率で連産されるため、特定の成分だけを抽出することは技術的に不可能なんです。なるほど。つまり丸鶏を解体するのと同じですね。今日は焼き鳥の注文がいっぱい入ったから、もも肉だけ7本生えている鶏を持ってこいと言っても無理なように、原油という一つの丸鶏からガソリンやナフサが勝手にセットで取れちゃうと。素晴らしい例えですね。まさにその通りです。だからナフサだけを急増させることは物理的に不可能ってことですか？はい。もも肉、つまりナフサだけを増やすには、大量の鶏である原油を解体続けなければなりませんが、そうすると今度はガソリンや重油が余りすぎて、保管するタンクが満杯になってしまいます。行き場がなくなるわけですね。そうです。結果的にプラント全体を止めざるを得なくなります。つまり、石油備蓄が8ヶ月分あるということは、製造業の原料在庫が8ヶ月分あるという方程式にはならないんです。サプライチェーンの維持という観点では全く成り立たないんですよ。それは完全に盲点でした。だから三菱ケミカルは2026年3月6日からすでに一部のプラントで生産を減らし始めているわけですね。その通りです。つまり、この最悪の供給遮断シナリオを時系列で追っていくと、初日にホルムズ海峡の物流が詰まって、わずか20日後には国内のナフサが枯渇して工場が止まり始める。はい。そして数ヶ月後には私たちの手元の商品の値段が跳ね上がるか、そもそも物がなくなるっていうカウントダウンがもう始まっているんですね。そうなんです。しかも影響は日用品にとどまりません。日本の主要産業である自動車や家電の部品供給への波及効果も甚大です。自動車もですか？例えば自動車の内部に張り巡らされているワイヤーハーネスの被膜、ダッシュボードの樹脂パーツ、あるいは家電のプラスチック外装。ナフサら止まれば、いくら鉄や半導体があっても製品は完成しません。組み立てラインがストップして、サプライチェーン全体が麻痺するんです。車のダッシュボードもスマホのケースも、元をたどれば全部中東の原油につながっているってことですね。まさに一本の糸ですね。ここからがさらに踏み込んだポイントなんですが、私が今着ているこのポリエステルの服とか、毎日お風呂で使うシャンプーのボトルって具体的にどう影響を受けるんですか？そこで重要になるのがデータに基づく事実です。石油化学工業協会のデータによれば、ナフサの約6割、金額ベースですね。これがプラスチック製品に変わります。6割も。はい。そして残りは合成繊維、つまり今、あなたが着ているようなポリエステルの衣服、さらに合成ゴム、合成洗剤、私たちが日用品と呼んでいるものの多くがナフサ由来なんです。
現実問題としてもう値上げの波は来ていますよね。私がチェックしたところだと、ポリ袋などを製造する日本サミパックは5月下旬から全商品を 30% 値上げすると発表しました。かなり大きな値上げ幅ですね。クラレも化粧品やシャンプー向けの素材を平均 20% 値上げです。これから起きるかもじゃなくて、すでに家計へのダメージは今起きているんですよね。はい。そしてこの問題をさらに深く理解するために、日本とサウディアラビアなど主要輸出国との関係変化が与える構造的影響に目を向ける必要があります。サウジアラビアですか。ええ。日本は原油輸入の 39.8% をサウジアラビア一国に依存していますが、これは2025年のデータですね。実は依存しているのは原油だけではないんです。原油以外にも何か依存しているんですか？サウジアラビアは近年、ただ原油を売るだけの国から脱却して自国で付加価値をつける戦略をとっています。その中核が国営企業であるサビックという巨大化学メーカーです。サビック、初めて聞きました。日本はこのサビックを通じてポリエチレン、プロピレン、メタノールといったすでに加工された石油化学製品そのものを大量に輸入しているんです。なるほど。原油を輸入して日本で作るんじゃなくて、向こうですでにプラスチックの手前まで加工されたものを買っていると。その通りです。さらに恐ろしいのは、化学肥料やアルミまで輸入しているという事実です。化学肥料もですか？もしホルムズ海峡の物流が完全に途絶えれば、このサビックからの加工品や化学肥料が入ってこなくなります。化学肥料が止まれば、結果的に日本の食料生産にまでダイレクトに波及するんです。ちょっと待ってください。プラスチックが高くなるだけじゃなくて、私たちが毎日食べるものまで影響するんですか？そういうことになりますね。大和総研が2026年3月18日に発表した試算だと、中東産原油等の輸入が 10% 減少するだけで、日本経済はマイナス成長に陥るとありました。はい、非常に厳しい数字です。大動脈の船の数が10分の1に激減している今の現状を考えると、これはもう経済の基礎疾患が急速に悪化しているような状態ですね。そうです。今後5年間を見据えたとき、私たちが直面するのは、生活必要品の価格上昇、いわゆるインフレと、製造業の停滞による経済のマイナス成長が同時に進行するスタグフレーションのリスクです。これが地政学的リスクが私たちの日常に牙を向くメカニズムなんです。いやいや、ちょっと待ってください。そんな絶望的な未来予想図を見せられて、私たち、そしてリスナーの皆さんはどうすればいいんですか？不安になりますよね。給料はそんなにすぐ上がらないのに、シャンプーもゴミ袋も食べ物まで上がる。指をくわえて貯金が目減りしていくのを見ているしかないんでしょうか？いえ、決して無力ではありませんよ。ここで重要なのは、何が起きるかのメカニズムを知った上で、地政学的な長期リスク対策として、個人レベルで実質的な購買力を守るための具体的なアクションを起こすことです。具体的な防衛術ですね。ぜひ教えてください。特に日々の生活に追われている20代とか、これから資産を作っていこうとしている社会人が備えておくべき最低限の知識としても知りたいです。初心者にも実践できる防衛策の一つ目は、インフレ連動資産の保有です。過去のデータから学びましょう。1973年のオイルショックの際、猛烈なインフレの中で最も価値を守った資産の一つが金、ゴールドでした。ゴールドですか？危機発生後、数年間で価格が3倍以上に跳ね上がっています。なるほど。でも金って聞くと、なんかお金持ちが重たい金の延べ棒を金庫に隠しているイメージですけど、普通の20代の社会人にはハードルが高くないですか？昔はそうでしたが、今は全く違います。スマートフォン一つで月1000円から始められる純金積み立てのサービスなどが広く普及しています。月1000円から。それなら手が届きそうです。ここで理解していただきたいのは、金で大儲けしろという意味ではありません。円という現金だけで資産を持っていると、物価が上がった時に実質的な価値が下がってしまいます。買えるものが減っちゃうってことですよね。その通りです。だからこそ、物価上昇に合わせて価値が上がる実物資産や分散しておく。少額でもいいので、資産のポートフォリオにインフレヘッジを組み込むこと。これが最良の防衛術の一つです。なるほど。月1000円からならサブスクを一つ解約する感覚で誰でも始められますね。現金というカゴだけに卵を入れまいということですね。では、2つ目の対策は何でしょう？投資も大事ですが、日々の出費が痛いのは変わらないですよね。そこがまさに次の防衛戦になります。2つ目は、消費パターンの戦略的な見直しです。
ナフサ不足によってプラスチック製品や合成洗剤の価格は今後5年間高止まりする可能性が高いです。はい。これを逆手にとって日常品の節約術を根本から変えるんです。根本から変える？単に安いスーパーを探して買いだめするとかじゃないんですか？買いだめは一時しのぎに過ぎませんからね。構造的な対策が必要です。例えば、シャンプーや洗剤を都度プラスチックのボトルで買うのではなく、大容量の詰め替え用製品へ完全にシフトする。あるいは、固形石鹸などのナフサ依存度が低い代替品を選ぶ。使うもの自体を変えていくと。ええ。使い捨てのプラスチック容器を極力下げる生活スタイルに移行するんです。家計の支出のうち、これらナフサ由来の消耗品費を 5% 削るだけで、年間で見れば数万円単位の実質的な資産防衛になります。それは面白い視点ですね。プラスチックを減らすって、これまでは SDGs とか環境保護っていうちょっと意識の高い文脈で語られがちでしたけど、そうですね。これからは純粋なインフレ環境下における家計のサバイバル術としてプラスチックを避ける時代になったんですね。そういうことです。環境のためだけでなく、自分の財布を守るための合理的な選択です。そして最後の3つ目が今回最も強調したいポイントです。何でしょうか？それは正確な情報へのアクセスと自立した判断です。自立した判断というとどういうことでしょうか？再び1973年のトイレットペーパー騒動を振り返ってみましょう。パニックが起き始めた時、政府はテレビで紙の在庫は十分にあります。心配ないです。冷静になってください。と繰り返しアナウンスしました。なんか非常事態の時の決まりのセリフですよね。でも実際には市場から物は消え去りましたよね。はい。ちょっと待ってください。じゃあ政府が安心してくださいって言っているのに、それに従うなってことですか？それって逆にパニックや買い占めを煽ることになりませんか？買い占めを推奨しているわけでは決してありません。重要なのは政府のアナウンスの性質を理解することです。国が政策として守ろうとするのはマクロな経済全体の平均値です。平均値ですか？日本全体で見れば在庫は回るはずだという論理です。しかし彼らはあなた個人の家族の今日の食卓や来月の家計簿の赤字まで個別に見張って守ってくれるわけではないんです。うわー、耳が痛いけど強烈な心理ですね。国が大丈夫って言ってるから誰かが何とかしてくれるだろうという思考停止が一番危ないと。これをより大きな視点に結びつけると、何が来るかわからないからとりあえず様子を見るというのは、実は一番リスクの高い行動なんです。様子見がリスクになるんですね。地政学的な変動という嵐が来ることがデータで示されているなら、雨が降る前に傘を買っておく。それが先ほど言った投資の分散であったり、日用品の買い方の見直しなんです。パニックになってからスーパーに走るのではなく、嵐が来る前に冷静に構造を変えておくべきです。いやー、今日この徹底解説を聞いているあなたはもう完全に知っている側の人間になりましたね。今日、日用品の選択を一つだけ変えてみる。例えばボトルじゃなくて詰め替え用を選ぶとか。あるいは、帰りの電車の中で月1000円の少額投資のやり方をスマホで調べてみる。そんな小さなバタフライエフェクト、小さな選択の積み重ねが5年後、10年後のあなたと家族の未来を全く違うものにするはずです。知識は理解して応用して初めて価値を持ちます。知ることで初めて私たちは嵐の前の賢い選択ができるのですから。さて、あっという間に時間が来てしまいました。あなたのバスルームにあるシャンプーのボトルと遠く離れた中東のホルムズ海峡。一見全く無関係に見えるこの2つが、実は一本の糸で完全につながっている。そうですね。そしてそれが切れかかっている。この事実を客観的なデータとともに紐解いてきました。備蓄という言葉の裏にあるナフサ枯渇のメカニズムや、サウジアラビアのサビックを通じた構造的な依存関係、これらを正しく理解して、自分の生活にどう直結しているかを考えることが全ての第一歩です。そうですね。最後に、ここまで真剣に聞いてくれたあなたに、今回の議論を踏まえた全く新しい視点の問いを一つ投げかけて終わりたいと思います。はい。今日は個人の家計や資産の防衛策について話してきました。でも、もしこのナフサ不足とプラスチックの異常な高騰が一時的なショックではなく、今後5年10年と常態化したらどうなるでしょう。長期的な視点ですね。それはエコとか環境保護という綺麗事ではなく、純粋な地政学的なコストの問題として、日本の当たり前だった過剰包装や使い捨てプラスチック文化が強制的に終了させられる日が来るかもしれないということです。確実にあり得るシナリオです。
その時、あなたの関わっている仕事やあなたが属している業界のビジネスモデルはどう形を変えざるを得ないと思いますか？ナフサに依存しきった現在のシステムからどう脱却できるでしょうか？非常に重要な問いですね。ぜひ、次にコンビニでプラスチック容器の弁当を手にした時、少しだけあなた自身のビジネスの未来について考えてみてください。それでは今回の徹底解説はここまでです。また次回お会いしましょう。